ビジネスジェットの運航体験を極限にまで高めたい。例えば燃料トラックの対応から気難しい VIP のご機嫌取りなど、エアライナーパイロットとはちょっと違ったことをしてみたいだなんて思ったことはありませんか？そのお悩み、2024のマーケットプレイスに登場したエンブラエルフェノム 300E が全て解決してくれます。お値段は6400円。ホンダジェットの4000円と比べると少しお高めですが、その価値は操縦以外の圧倒的な作り込みにあります。今回は FS リボーン製のエンブラエルフェノム 300E をご紹介していきます。さあ、今日の VIP をお迎えに私だけの特別な拠点へ向かいましょう。フライトはコックピットではなく、このオフィスから始まります。フェノム 300E の目玉ともいえる世界初の機能が、この配置型 FBO システムです。FBO とは、プライベートジェットの顧客やパイロットが使う専用のターミナルのことです。なんとゲーム内のマップ UI を使って、世界中のあらゆる空港の空きスペースに自分だけの FBO オフィスや専用ハンガーをその場に建築・設置することができます。しかも飾りだけではありません。内部がフル 3D でモデリングされていて、パイロットラウンジやバー、実際に動くエレベーター、さらにはトイレまで詳細に作られています。少しアドオン作成の知識があれば、開発者モード経由でファイルを編集し、看板やラウンジのコースターに自分だけの架空航空会社のロゴを入れるカスタムブランディングまで可能なようです。作成した建物はしっかりと保存され、ユーザー側で削除しない限り永遠に残り続けます。ただ残念な点としては、今回ご紹介するフェノム 300E がないと何もない更地になってしまうことです。結構大きめの拠点も建てられるので、他の機体でも映るようにしてほしかったです。さて、ハンガーを開けて愛機と対面しましょう。こちらが今回ご紹介するフェノム 300E です。幅 16.2 メーター、長さ 15.9 メーター、高さが5メートルとかなり小型の機体です。乗員数はパイロット1名プラス乗客7人の合計8人です。さあ、機体の周りを確認するウォークアラウンドですが、ここからすでに大きな仕事が始まっていきます。まずはカバーを外し、セーフティーピンとチョークを外します。そして外部電源を接続するためにカバーを開けて、エンジンカバーを外します。ここでもしデフォルト感覚でまあいいかと忘れると大変なことになります。例えばエンジンカバーを外し忘れた場合、始動時に内部に吸い込まれてエンジンが破損します。デフォルト機のようなノーダメージはありません。また、セーフティーピンを抜き忘れた場合、離陸時にランディングギアが格納できなくなります。そう、この機体、ヒューマンエラーでガチで事故が起きるリアルな機体なんです。エラー以外にエンジンやブレーキ、油圧といった機能は摩耗するようになっているので、EFB からアクセスできる整備メニューで定期的にメンテナンスをしていないと、フライト中に突然壊れたりするようになっています。また、暑いからって GPU をつないだままガンガンにエアコンをつけて乗客を待つと、機体のコンプレッサーに過負荷がかかって一気に寿命が縮んだりすることも、とにかく細かい部分まで作り込まれています。次はコックピットに移動し、内装を見ていきましょう。コックピットに入りました。
アビオニクスは標準のワーキングタイトル製 G3000 がベースですが、開発者が独自に1万行以上のコードを追加し、複雑な伝送などのシステムを再現しています。SIM ブリーフのルートインポートにも対応しており、機体付属の EFB にユーザー ID を入れれば機能してくれます。ちなみに、この機体で使用する重量の単位は、実際の機体を忠実に再現したポンド表記。日本の場合もポンドを使っているので気にならないかもしれませんね。スイッチレイアウトは電気統計、ブリードエアがパイロットの左側に、正面には油圧と燃料ポンプ、防氷装備のスイッチが、コパイロット席にはエアコンのスイッチがあります。飛行中に頻繁に触るので場所は叩き込んでおきましょう。ひとまずバッテリーと外部電源をつないでおきます。EFB を開いて外部電源を接続したらスイッチをオンにします。さて、お客様が乗る前に客室のチェックをします。最初にあるのがギャレーです。ビジネスジェットにはこういった引き出しの中に何が入っているのかを確認するのが楽しみのうちの一つですが、この 300E にはそういった要望にしっかり対応できています。高そうなウイスキーやワイングラス、ジュース類、今回のフライトで使用する機内食などバッチリ用意されています。中央のテーブルをしっかり格納して、エンターテインメントシステムで Wi-Fi に電源が入るか確認します。窓のブラインドもしっかり調整しておきます。後方に移動し、トイレが機能するか、備品が用意されているかチェックします。これから乗ってくる VIP のために最初から完璧な環境を作っておくのがこの機体を運用する際に大切なことです。SIM ブリーフの内容をインポートしてブリーフィングを開始します。本日のお客様は5人。拠点がある仙台から中部までのフライトを希望しているようです。巡航コードはフライトレベル300。ルートに関しては画面の通りにしたいと思います。ブリーフィングの内容を見ながら EFB に貨物、燃料などをセット。ロードについてはクイックに済ませることもできますが、今回は時間をかけて進めましょう。燃料トラックの到着には数分かかるようです。その間にセットアップを進めていきます。MFD を使えるようにしてG3000 のタッチコントローラーを操作し、機体のシステムが正常に動くかどうかを確認します。次は気温です。機体のセンサーによって温度が自動入力されていますが、違う場合は修正しておきます。最後に今回の飛行ルート、これは SIM ブリーフのインポート機能を使います。右側の画面で SIM ブリーフ、今回のルート、インポートを選びます。次にプロックを押してアプローチルートを設定。最後にルートを確認して抜け漏れがないか確認しておきます。ひとまずここまで。どうやらタンクローリーが到着したようです。
給油の立ち会いのため一旦外に出ます。機体右側面のカバーを開けてキャップをガボッと外します。ホースがつながれて給油が始まりました。終わるまで立ち会います。給油が終わってカバーが閉じました。次は VIP 客が来るようなので、レッドカーペットを準備したら、途中まで進めていた準備を再開します。ナブライトをオン、非常灯をアーム、ADS とウィンドシールドをオン、ECS をボース、事前準備完了を押してパフォーマンスを押し、ウェイト&バランスを押します。 FOB 進行をして搭載燃料をセット。タキシングに使う燃料と代替用の燃料、そしてホールディングパターンの時間を入力しておきます。オートパイロットのフライトディレクターをオン。滑走路方位と巡航コードをセットします。 PFD のセッティングスを押し、地形表示モードに切り替えます。スコープコードをセット。エアコンをオン。お客さんが来るまでに少し機内を冷やしておきます。余圧のモードをオートにします。さあ、VIP 客を乗せたバンが来ました。お出迎えしつつ、カバンを貨物室に乗せます。すべての荷物が乗り、EFB の画面が元に戻ったら、タッチコントローラーで今の機体重量をインポート。離陸設定を開いて、使用する滑走路と温度・気圧の情報を入力したら、テイクオフデータで離陸速度をセットします。スピードバグズを押し、テイクオフがオールオンになっていることを確認します。では、貨物ドアを閉じて、レッドカーペットを片付けたら、シートベルトサインをオンにします。では、エンジンを始動します。今日の風は問題ないようです。追い風が強い時に不適切な手順で始動すると、一発でエンジンが壊れるホットスタートが再現されているので、始動前には必ずチェックしておきます。燃料ポンプをオン。イグニッションをオン。あとはスタートスイッチを操作するだけです。APU がないので外部電源をつないだままミーガーエンジンをスタートさせます。右の発電機をオン。外部電源をオフ。油圧をオン。一旦外に出て GPU を外し、ドアを閉じたら、EFB で GPU を外します。左のエンジンを始動させます。回転が安定したら、左の発電機、ブリードエア、油圧、燃料ポンプをオート、イグニッションをオート、PFD の警告にブリード1だけが表示されている状態にします。乗客に歓迎の挨拶をした後、管制官との無線交信、離陸用のフラップを下ろし、ピッチトリムをグリーンゾーンに入れます。タクシーライトをオン。パーキングブレーキをリリースして滑走路へ向かいます。この機体はオートスロットルがついていません。実際の機体でも900機中数十機しか搭載されていない激レア装備なので、このアドオンでも省略されています。自分の手で繊細にスピードをコントロールしていきましょう。ちなみにスラストリバーサーもありません。変速にはブレーキとスイッチ式のスポイラーで行います。滑走路前に到着しました。左右の安全を確認したら、ス
トロボライトをオン、ランディングライトをオンにします。スロットルのトガを押します。それでは離陸します。スロットルをトガの位置まで移動させます。ローテート。ポジティブレートクライムギャップ。なるべく上昇率が 2500fpm を超えないよう調整します。フラッポー0。機種を少しだけ下げて200ノットまで加速します。AP とナブを押します。バーティカルスピードを押し、上昇率を毎分2200フィートにセットします。速度超過にならないようスロットルレバーを調整します。機内の温度が上昇しているようです。24度前後になるように少しだけ冷房をかけます。ファンの強さに関しては上のスイッチで調整します。1万フィートを超えたのでランディングライトをオフ、シートベルトサインをオフ、機内で Wi-Fi を使えるようにします。1万4000フィートを超えたらバロをスタンダードにします。ここからはパイロット兼コンセルジュの時間です。今日の乗客はランダムで選ばれたちょっと気難しそうなビジネスマンやお年寄りです。この機体には操縦評価システムが搭載されており、100点満点で私のフライトをリアルタイム評価してくれます。ちなみにここでグイッと急な操縦をしてしまうと点数が一気に型落ちします。各 VIP 客にはパラメーターが用意されており、トイレに行ったり操縦がうまければ飛行中に寝たりと自由に過ごしてくれます。中には最初の離陸の軽いショックをいつまでも根に持って着陸まで絶対に評価を上げてくれない客や、トイレが使えなくて憤慨する客もいます。なんだこいつと機内で喧嘩しないように広い心で受け流してください。またキャビンが汚れてしまうこともあるので時折掃除も行います。高得点を狙う方は状況に合わせてアナウンスも行いましょう。ちなみに今回のルートでは大丈夫そうですが、シムブリーフの航空情報、ノータムで鳥が多いエリアを飛ぶと本当にバードストライクが発生してエンジンが止まったりします。常に緊張感がありますね。さて、巡航高度に到達しました。スロットルレバーをマックスクルーズに合わせます。乗客の下にある要求ゲージを確認します。もしここで機内食やコーヒーを要望している場合はキャビンサービスを選びます。機内食はこんな感じに提供されます。降下のタイミングになったら自動的に乗客が片付けてくれます。降下を開始するトップオブディセントが見えてきました。V ナブをオン。アプローチ用のコードをセットし、ミニマムをセットしておきます。オーディオ&レディオを開き、着陸用の ILS 周波数がセットされていることを確認します。1万4000フィートになったので、気圧表示を数字に戻し、ハンマーを押し調整します。1万フィート付近になったらスロットルレバーを手前に引いて速度を250ノット以下にします。ランディングライトをオン、シートベルトサインをオンにします。 Wi-Fi サービスはこれにて終了です。そろそろアプローチ用の速度をセットしておきます。
パフォーマンスを開いたらランディングデータを押し、着陸空港の気温などをセット。アプローチ用の速度が自動計算されるので有効化します。スピードバンズを押してランディングがオールオンになっていることを確認します。どの速度になったらフラップを下ろせばよいかについてはフラップスピードで確認できます。PFD にグライドスロープを示すダイヤとローカライザーを示す矢印の破線が表示されています。オートパイロットのアプローチを押します。速度が下がりにくいのでギアダウンし抵抗を増やします。フラップを下ろします。フラップをフルまで下ろしたら速度を AP と表示されている値に合わせます。進入復興用の4000フィートをセットします。目的地が見えてきました。最終進入です。この機体、ブレーキや油圧、タイヤもすべて消耗品です。ここでドカンと強い衝撃を与える着陸をすると一発でタイヤがパンクします。メンテナンス費用がかさむと会社の経営に響くので慎重に優しく操作します。オートパイロットを解除します。Flight Director. 無事にタッチダウンしました。目的地に立てておいたもう一つの私専用 FBO へとタクシングします。左のエンジンをカットして GPU を準備します。外部電源と接続します。左側のエンジンをオフにします。乗客と貨物を降ろすためにドアを開けます。エンジンが完全に止まって安全が確認できたらアンロードを押します。さあ、気になる乗客の評価はやりました、100点です。今回のフライトは全てのお客様に満足いただけたようです。はい、ということで FS リボーンズ製の 300E をご紹介しました。この圧倒的なクオリティに6400円、お高いと思いますか？それともリーズナブルだと思いますか？ぜひ皆さんの意見をコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。良いフライトを。